皆様いかがお過ごしでしょうか。 MD ジャックです。ご視聴ありがとうございます。愛です。緊急事態宣言という状況が続いていますし、愛は外出もほとんどせず、読書ばかりしていますが、ジャックさんはいかがですか？はい。前回の動画の後、特定の帯域での波形の比較に絞って動画を作ろうと思って、いろいろ試していました。まだちょっと納得いかないので、もう少し時間がかかりそうです。そんなわけでこの動画のアップがちょっと遅くなってしまいました。でも、当初の企画とは違うんでしょ？そうなんです。1月はダイナミックドライバーの動画を4機種連続でアップ予定だったのですが、日々いろいろ企画が浮かんでくるので、なかなか予定通りにはいかないもんです。新しいモデルではなくてもお伝えしたいモデルは手元に結構あるので、頑張ってどんどん動画にしていきます。では今回のモデルは私からご紹介します。7BA プラス 1DT モデル対決ということで CCA、CA16 と KZ、ZAX です。ジャックさんが常日頃申しておりますが、対決といっても優劣をつけるわけではありません。比べることでそれぞれの特徴を分かりやすくすることが目的です。はい、その通りです。今回はドライバー構成が同じなので、動画制作に入る前の聞き比べの段階から結構楽しめましたよ。愛ちゃんはもう聞いたの？はい、読書しながらですけど両方聞きましたよ。好きなモデルは後半でお伝えしますね。はい、了解です。では始めましょうか。CCA、CA16 発売されてから半年ほど経つモデルです。BA を片耳7発搭載していますが、ドライバーは50024が4発と30095が3発の2種類です。低域は 7mm のダイナミックドライバーが受け持つハイブリッド機としてはオーソドックスなタイプに感じます。個性的な音質というレビューを見たのがきっかけで入手。ありだと5000円台、Amazon で6000円台で入手可能です。周波数特性。低域はしっかり出ていますが、前回の動画、ナイス HCK、DB3 を聞いた後なので、DB3 ほどのずっしりした重みではありません。でも不足感は全くなく、十分ですよ。グラフ2の部分は極端な減衰もなく、最近の傾向なのかなという感じ。2kHz 以上の高域が特徴的です。今まで見てきたモデルは、この帯域に必ずと言っていいほど減衰する部分がありましたが、CA16 にはそれが見られず、かといってご覧の通り、極端なピークもありません。低域に重心があるように見えますが、聞いてみるとそんなことはなく、こういうバランスの取り方もあるのかと、確かに個性的に感じます。KZ、ZAX。2020年8月末発売で、昨年 KZ のニューモデルでは注目度ナンバーワンだったのではないかと思います。入手された方も多いのではないでしょうか。今までの KZ のハイブリッドモデルの集大成のような出来で、満足度も非常に高いと思います。これから中華イヤホンを初めて買う方には、間違いなくおすすめのモデルです。そこからバリエーションを広げるにしても、起点となる一本でしょう。ありだと5000円台、Amazon で6000円台で入手可能です。周波数特性。KZ の特徴がよく出ているように見えます。波形で見るより存在感のある低域、すっきりした中域、繊細で伸びのある高域、そんな印象です。入手当初はかなりのお気に入りでしたが、聞き込んでいろいろ比べていくうちに、高域の線の細さが少し気になりました。と言っても好みの問題ですが。では音質比較動画です。
収録音でも低域、高域ともに違いが確認できたのではないかと思います。愛ちゃんの好みはどっちなのかな？私はそんなに色々聞いたことがないので ZAX ですね。でもどうしてなんですかね。じゃあ2モデルの波形比較を見てみましょうか。低域 1kHz までは CA16 の方が出ていますが、過去動画の NiceHCK-DB3 や KZAS06 にも見られた1の波形。ZAX のように減衰ポイントが速い方が聞いた感じすっきりしていて、 CA16 はややもわっとしている感じです。その代わり CA16 は面で迫るような低域感があります。CA16 の低域を EQ ですっきりさせる場合は 250Hz 付近を中心に Q を広めで絞るといいかなと思います。ただこの周辺はスネアの同なりの帯域に重なるので、過激に調整するとビート痩せするかもしれません。中域目のピークポイントの差を聞いただけで感じ取るのは難しいかなと思います。なぜならこうして音を視覚化しているから差分が明確になっていますが、2の帯域だけで比較しても実際には分かりづらく、聞いた感じの違いは他の帯域を含む相互作用の結果だと思うからです。便宜上3つに分けましたが、実際はもっと広いレンジでの変化を感じているのだろうと思います。広域その上で CA16 の広域は極端なピーク、減衰が少なく平均化されているので比較すると太く感じます。低域に負けない広域が出ているのもここがポイントなのだろうと思っています。刺さるような広域ではありませんが ZAX のようなメリハリもないので、いろいろな音が迫り来る感じがして、個人的には CA16 の特徴はこの広域かなと認識しており、低域から広域まで面で押し寄せてくるようなイメージです。グラスセクションなんかはかなりの存在感で迫ってきます。大音量だとちょっと聞き疲れするかも。へえ、やっぱり色々違うんですね。愛は印象の良かった ZAX 買おうかな。そうだね。どちらを先に買うか、あるいはどちらか1本だけ買うならという選択ならやっぱり ZAX になるかな。 CA16 を否定しているわけではなくて、個人的にはかなり好きな感じ。ただ順番としては ZAX からかなってだけ。愛ちゃん ZAX 買っちゃえば？はい、じゃあ早速注文します。ジャックさんがブラックだから愛はシルバーのフェイスプレートにしようっと。というわけで愛ちゃんは ZAX レビューすることになりました。 CCA-CA16 はやっぱり個性的と思える出音ですが、特殊ではなく普通に聞けますので、旅 A でいろいろ聞きたいと思われている方にはぜひ入手して聞いていただきたいモデルであることは間違いありません。ということで CCA-CA16 KZZAX の波形比較音収録レビューでした。このチャンネルではイヤホンのレビューを誇張表現や専門用語はできるだけ使わず、音と波形と言葉でお伝えしています。チャンネル登録がお済みでない方はご登録の上ご覧いただければ幸いです。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。